キキリエさんです。お願いいたしまお願いします。また来ちゃいました。す。マジで止まんないですよね。止まんないんですよ。後からなんか出てきますね。すごいのが、これ話そうとかって一切用意せずにそうですそうです。来られて、何の話があったっけなとか言ってんだけど、話してるとポン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 となんかこう出てくるんですよ。そうそう。で終わると忘れちゃうみたいです。そうなんですよ。なんでだろこれ僕思うのがやっぱりもしかするとその場にあったものとかを降りてきてる、もしくはその例の方がヒキさんこの話話してよっていうふうに言わされてるのかなとか。なるほど。なんか頭のなんかね整理されてきました、目次が。喋ってるうちにあれもあったこれもあった。まちまちで。はいはいはい。さっきふっと降りてきたのが、ええ、観音寺って言葉がパッと降りてきて。観音寺。香川でしたっけ。香川県に観音寺の駅もありますよね。駅もあります、ね。はいはい。私仕事で行ってあそこもホテルに泊まらせてもらって、で相変わらず神社巡りなどをしながら、その夜寝ました。でそのホテルでやっぱり金縛りにあって、でうわ苦しいなと思ったら部屋の中が空の雲みたいに雲があるんです。空のように普通屋根のはずなのに雲がバーンと、天井もちゃんとあって、その中にもやが霧のようなすごい濃いもやがかかってるんですけど、よく見たらその中の白い中が全部顔だったんです。顔がララ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 と入って全部こうやって見てるんですよ。怖えっていう。そういうのじゃ済まないですよ。怖え。もうだから麻痺してますよ。麻痺してますよね。だからそのホテルでなんだあれもう全部がもうこの辺の位置からもやってるんですよ。天井のはずなのになんか雲に囲まれてるぞ、おかしいなと思ったらもう人の顔。ある意味生首みたいなことですか？首だけ、顔だけ。顔だけですね。その顔ってどういう何時代の顔とか？人型としか分かんない。人型っていうか目と鼻口は分かるんだけども時代とかは分からない。男性女性とか両方混ざってる雰囲気で、ただ性別もちょっとよく分かんないような顔がと。その顔ってどういう表情なんですか？喜怒哀楽とかでいう。やっぱりでも無表情って感じだな。なんで出てくるんですか？なんでしょうね。もう一つこれテレビで誰かのテレビで言っちゃったやつなんですけど、長くなる。いやいいですいいです。いいですか？お願いします。ちょっと舞台やってる時にやっぱりちょっとパニック障害とか起こしてて、すごいなんか取りつかれてるような状況になってた時が一回あって、その時に名古屋公演だったんですけど、やっぱ名古屋って強いなっていう印象があるんですけど、そこである霊媒師の方を紹介していただいたんですね。でその人にお会いして私は睡眠薬みたいなの飲んでたのでその人と対面で会ってもらって話を聞いてもらおうと思ったら「あんた睡眠薬飲んでるでしょ」って言われて、男の人ですよ。はい飲んでます。今すぐやめなさい。あなた命取られる。いやまたずっと死のうと思ってましたと。その時危なかったんですよ。ちょっと本当にちょっと追い込まれてしまった。危ない時だったんですけど、それでその人が霊を外せるっていうんで、私はねって霊が近づいてくるとゲップが止まらないんだよって言って人の顔を見てガッガッガッってやるんですよ。何このおじさんと思ってたんですけど、ゲー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 止まらないから、変な人だなと思ったけど、あんたね誰に言わせんだかしね、感謝も足りないしね、すごい怒られて、逆に何このおじさんゲップしながら文句言ってんのと思って確かに思ったんですけど、今日はあなた騙されたと思って睡眠薬を飲まないで寝てごらんなさいって言われたんで、いやもう舞台中ずっと辛かったんで、睡眠薬飲んじゃってて花道まっすぐ歩けないんですよ。もうドドドドドドドって言っちゃって、じゃないと眠れなくて、眠れない朝だ、死にたいどうしようみたいな感じでいつも窓からこう覗いてるような変な状況になっちゃった時があって、
それでその夜は我慢してうん薬を飲まずに寝てみたんです。はい。そうしたらですね、やっぱり金縛りにあったんです。は今までにないぐらいの強い金縛りにあって、もうこれこのまま死ねるわぐらいの金縛りにあったと思ったら、観音寺で思い出したんですけど、口からおーってエクトプラズマが、人の顔が顔が口からうわーってもう何体出たかな、100体ぐらい出てましたよ、以上。それでふわーってこんな映画みたいになっちゃって、あーってやってできったらスコンって取れたんです。全部取れちゃった。死にたい気持ちも何もかもきれいになくなっちゃったんですよ、本当に。だから何あのゲップおじさんすげえじゃんと思っちゃって。もうゲップおじさんって呼んでるんですね。はい。いや残念ながらね、その方もご存命じゃないんですけど、はいはいはい、もうそれすっごい昔の話なんで、30年は前の話なんで、30年以上前、30年ぐらい前の話か、なのでちょっとまあもうその時とお年寄りでいらしたので、お年寄りって言っちゃいけない、まあまあね、年を多めされてたから、そうそう、だからその人すごい力を持ってたんですよ。そうですね。霊媒力を。はい。でその変ななんかつくも霊みたいなのをビャ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 って出してくれて助かったっていう話。今観音寺で思い出して、本当に口から顔がほわって出るんですよ。へえ。こんなに私の中に人が入ってたんだみたいな。いやー、その時辛かったっていうのもやっぱりそれだけの人にこう入られていれば、そう多分乗っ取られてたんでしょうね。しかも相当な数じゃないですか。ええ、そしたらもうキャパオーバーにもなるだろうし、そうそれでいろんな感情が襲ってきてやっぱ辛くなっちゃいますよね。もう持ってかれそうだったんですよ。で、そのゲップおじさんが、まあそういうことを教えてくれただけじゃなくって、まあ今日は睡眠薬飲むなって言った時に何か処置を施してくれていたんでしょうね。そんな気がしますね。だ逆に霊をゲップで取ってたのかもしれないっていう。ボンといってバンバンって取れていくみたいな。でもやっぱその方なんか大変な亡くなり方されたようで、やっぱりそういうの受けもらっちゃうんじゃないかなと思って怖いなと思いましたけどね。本当にボランティアでねやられてる方でも、やっぱりこう大変なものがある時にまず自分の方に持ってきて自分に入れるっていう、で家に帰ってそれで自分でお祓いをするっていうやり方をする方がいらっしゃるって聞くんですけど、それ危ないですよね、はい、厳しいっていうか自分がね疲れちゃうわけだから。でもね人助けだと思ってっていうふうにやってらっしゃるんですけど、よくそこまでしてやってくださるなって頭下がる時ありますよね。やっぱゲップおじさんすごかったんだななんて、いや本当に感謝が足んないって言われてたから感謝します。できっと何かそういう作用、今日そういうことができるから、それで睡眠薬とか飲んじゃうとそれができないから今日は飲むなよっていうことで、結局睡眠薬って本体を麻痺させちゃうじゃないですか。だからもう霊媒体質にしちゃうんですよ、ああいうの飲んじゃうと思いますよ。もうこっちが私みたいに言っちゃってる人は、やばい人は取られちゃう、体取られちゃう、乗っ取られちゃう。ただ本当に睡眠薬飲んでぐっすり眠れるって人ももうそれがほとんどですから、その悪いものにもしもね取りつかれてるような方がいるんだったら気をつけた方がいいなって思いましたね。そうです、やっぱりね、付き合い方ですよね。依存してしまってってなるとね、やっぱり、すごいっすね。だから今聞いて思ったんですけど、例えばなんか心が晴れないんだとか、どうしてもやっぱりこうやる気が起きないんだって苦しんでる方、この話聞くと何かに入られてしまってるだけで、それが何かのこう弾みでうまく外に出れば一気に解放に向かうっていう。そういうことですよね。だってそれだけ長くね辛い思いされてたのに、そこで疲れや心の悩みが
勝って全部解決したって。そういうことです。うん、そうなんですよ。だからいかようにもなるってことですよね。だから乗っ取られてる場合は逆に簡単に取れれば一番いいですよね、その人にとって。なんか僕がねそんな経験もないのにそういうことで苦しんでる方の話って軽々しく言えないんですけど、ただすごく印象的に残ってる話があって、アーティストの方で女性の方なんですけど、実は自分も10代の頃もう本当に精神的に疲れてしまって外にも出れないし、で学校にももちろん行けないし、で人に見られたくないからもうどんどん内側に行ってしまって、お化粧なんかもちろん髪の毛も切らない、顔も洗わない、お風呂も入れないぐらいで、もう親も困らせてしまってた時期があるんです。でもある日お風呂に入った後に、久しぶりにお風呂入りなって言われて、頑張って入ってみたんです。で入って外に出てタオルで顔をパンって拭こうと思ったこの直前に、このタオルの生地の一本の細かいその糸が目に入った時に、この糸、ここにタオルとして来るまでの間に、きっとこのタオルっていうのは生地が綿だから、その綿のこれをまず加工する人がいて、その前には畑でなっていた時期があって、そのためにそれを種を植えた人がいて、でその種っていうのもこっから来てっていう、バーってここにタオルが自分のところに来るまでの道のりが見えた瞬間に、パーンって今までの悩みが嘘みたいに、ありがとう、このタオル一つ見てもここに来てくれるまでにこんなにたくさんの人の手、いろんな奇跡がある流れで自分のところに来てくれて自分の顔を拭いてくれてるんだ、ありがとうって気づいて、もうその瞬間からお母さんごめんねで、もう翌日からもう学校ももちろん行って、そこからミュージシャンやられて、もうたくさんの方なんですけど。いいお話ですね、それ。でも本当なんでその意図で気づけたんだろう。ですね。すごい。その日お風呂に入ろうって久しぶりに思えたこともすごいんですけど。そうですよね。そこに何か来てましたよね。ですかね。起死回生の何かいい者たちがここで一発助けようっていう、なんか上から来てたんじゃないですか。そうじゃないとね、お風呂に入ろうっていう気にもならないだろうし、そうですね。タオルにまず糸に感謝できないですよね。そうですね。そこに気がつかないですもんね。そうだよ。だから感謝が足りないって私も言われたじゃないですか。ここでね、口も今感謝ってキーワードがなんか共通してたんですよね。そうですよね。だから感謝すると絶対開けますね、人は。やっぱり絶対にそう思う。感謝ですよ。出た、感謝、平和、調和、宇宙。すいません。そう。そして愛と光。そうですね。ですよね。すいません。だから何でもそう思いますけど、当たり前じゃないんですよね。そうなんですよね。ありがとうっていう言葉は、あることが難しいと書いて、ありがたい、ありがとうで、普通じゃないんだっていう、もうこういうふうにしてもらえること、そういうことにやっぱ感謝していこうっていうね。そうですね。こうして島田さんとお会いしなかったら橋本京明さんのこともね、このお話できなかったですもんね。もうなんかご縁かしらとか思っちゃって、でもずいぶん前にねお会いしたじゃないですか。あの時もね、そうちょろっと見ていただいたりなんかして、悪い層出てないですか私。悪い層じゃなければいいんですけど。肝臓悪いですねとか言われる。僕お医者さんじゃないので。いやでもいわゆる仏眼っていうね。仏眼。そういった線もくっきりありますし、あと神秘十字っていうやっぱね、神秘的なものに縁があるとか、守られてるとかっていう線もくっきりありますし、だからやっぱりこういうお話もちろんね聞いてるところあれなんですけど。手相で言うと素質十分だなって感じはありますよ。なんか喜んでいいのやな。嬉しいですなんか。そうなんだ。ちょっとごめんなさい、今日怪談じゃなくなっちゃうかもしれないんですけど、でもそういう大変な時期があったわけじゃないですか。でもそこでボロボロって出てって、で本当にもう一日でもうガラッと変われたんですか。一日で変わりましたね。その時は。ただ思い癖ってあるじゃないですか。またパニックに戻っちゃったらどうしよう。そう思うとちょろりちょろり戻るんですけど、前のようにこうなるってことはなくなって、だって
前その舞台中にもうそっち入っちゃうわけですよ。そうついてお手伝いしてくれてた女の子に「戻ってこーい!」って言われてたんですもん。もうごめんなさいって言っちゃう。戻ってこーいって言われて。それで叩かれて我に気づくんですけど、もう頭から離れないわけです。もうどうしよう、死んじゃう、私が死んじゃうって。もう、無理、舞台出なきゃいけない。どうしようって言ってる間に、それもテレビで話しましたけど、下手の舞台袖に三鏡じゃない、姿見があったんですね。それで、またそこで入り込んじゃって、自分の顔じーっと見て、この顔自分自身の顔って一生見れないんだとか、そういうことを考えちゃうわけですよ。自分の顔って自分で一生見れないじゃないですか。鏡で映った顔。そうですね。そんなことをもう舞台出ていかなきゃいけないのに袖で考えてるんですよ。自分の顔見ながら入り込んじゃって。ただそこで仕事といえばよくお仕事こなせていましたね。本当によくやったと思って。だからそれも気の強さですよね。こんなところで穴開けられないと思って。もうその責任感だけでやっていて、で一日一日終わる時になんともか今日もやり過ごしたってほっとして眠りにつけるかつけないか分かりませんがっていう繰り返しですよね。そうです。そういう時ってどうしてほしいとかあるんですか？どうしてほしい。なんだろう、このもうどうしようもなく死にたい心とか、そうだな、その時精神科にも行ってたんですけど、一生懸命お話聞いてくださるんですよね。先生がね、大丈夫ですよって言って、でも大丈夫じゃないみたいになるので、大丈夫って言葉がもうワードで大丈夫じゃないみたいになっちゃうんで、あの時は大丈夫って言葉がもうダメだったんですけど、話を聞いてもらうっていうのはいいかもしれないです。何でもいいからもう今話しちゃってくださいって言われて、いやこうなんです、もう死にたいんです、でもこうなっちゃってもうこうやって眠れないし、もう苦しいんです、心臓バクバクするんです、頭痛いんです、めまいがするんです、歩けないんですブエーみたいな、もううわーって泣いて、でも治らないんですみたいになるわけですよ。そこへこういう言い方するとあの時はそれが助かったんですけれど、じゃあ眠れるお薬出しましょうと。言ったら精神科医の先生は、除霊ができるわけではないですし、お薬で寝てくださいっていうのが精一杯の処方ですから。で薬を処方されて、その頃はまだごまかしやれてたんですけど、だんだんそれがもう効かなくなるわけですよ。それでどんどんでも話すっていうのは大事かもしれないですね。その時にさっき大丈夫ですも辛かったって話あったじゃないですか。よくねみんな思ってるのが頑張ってっていう言葉は大変だって思ってるから、それは言わないようにしようって思う方いると思うんですけど、大丈夫っていうのはいいんじゃないかと思ってたんです僕今まで。でも大丈夫もダメでした。ダメなんですね。私はダメでした。ってなるともうお話を聞くときにもう特に何かもちろん発せずに話しただ聞くっていうことがいいってことなの？それもって聞いてあげるっていうのはいいかもしれないですよね。もう吐き出させる、とりあえずその日のことはその日のうちに吐き出させてあげるみたいなことはいいかもしれないですよね。でもその吐き出してるうちに自分も何か気づいていくかもしれないし、何でそうなっちゃってんのかも分かんないぐらいもう言っちゃってるので、大事かもしれないですよね。よく話すってことは心から話すっていう切り離しにもつながってくるんだって話ありますけど、そういうところもあるのかもしれない。そうですよね。いやちょっとこれ僕本当に大丈夫も辛くなるんだっていうのはすごい今日なんかだからそういう時ってやっぱ取りつかれてるなと思うのは、前向きな言葉がダメなんですよ。大丈夫とか頑張ってとか元気出してとかさ、そういうなんか嫌がるんじゃないですか、取り付いてる者たちが。だから愚痴や恨みつらみ言ってる人の近くには寄らない方がいいっていうのは、そういう方々が構成したグループにいらっしゃる人が喋ってる場合があるので、近づかない方がいいって言いますよね。
いやなんか本当ありがとうございます。すごい聞けてすごく良かったなっていうお話今日たくさん聞かれてます。そうですか。これって今ちなみにじゃあ僕の家族とか大事な方がちょっと心がつられてしまった時に話を聞く、ただただ聞くっていうことは今日すごく教わってためになったんですけど、今逆にもしちょっとこう今大変だなって思っちゃってる方がいたら、その方に今どんなことを教えてあげたいというか。そうですね。私の場合はこうスイッチでしたから、なんかパーンと切り替わる瞬間があって、それこそ口から全部出ちゃったらスッと治ったように、なんかねきっかけがあるはずなんですよね。自分それこそタオルの糸みたいな、それが必ず 200% やってくるので、毎日期待してるような感じの心持ちになれればいいですよね。まだねこういう YouTube 見れる人は楽しめてる方ですから、本気の人は多分見れないと思う。怖くて、そっち行っちゃうんじゃないかっていう場合があるので、ただ本当にスイッチがあるんですよね、多分。だからそれもうね、もしパニック障害の人だともう待つってことが無理だから、それ待てば来ますよって言うとまた苦しくなっちゃうんで、どこかにチャンスがどっかにあるんですよね。そこを見つけられればいいんですけど。それってアンテナ張ってなくてもちゃんと受信できるもんですか？張ってた方がいいかもしれないですね。宇宙いいですよ。宇宙、はい、お願いします。空のことを考えてれば、ちょっと3次元のこの網に絡め取られずに、もうちょっと上に意識がいくじゃないですか。そうすればちょっと俯瞰で、そうですね。地球を見るぐらいのイメージ。そうすれば高いところいいですよね。私都庁の屋上っていうのね。何でしたっけ、展望デッキというか、展望デッキ行った時にじーっとこう車が流れていく姿やらなんか見てたら、なんかすごい小さいこと考えてたなーって思えた。そのぐらい人が本当マッチ棒に見えるぐらいまで高いところまで上がれば、自分の人生ごと俯瞰できる高さってあるじゃないですか。そこまで行くといいかもしれない。具合の悪い時、それ高いところに登れって私神社の本出した時書きましたね。でも本当に宇宙の目線になればね、例えばよく言うのがね、地球が始まって46億年、46億年の中の自分の今の人生、なんだこれとか。本当ですよね。もう本当に一瞬ですよね。一瞬。本当にそう思いますよね。あとはやっぱり虫の目線と鳥の目線。なるほど。やっぱりねどちらも大事だし気づくことはあるんだけれども、虫の目線で言うとここに集中した時に一個自分が鳥になった気持ちになると森全体が見渡せて、確かにこういう木があってこういう木があって、そこにそういう人たちがいて、ここにはこういうものがいるけどもこっちはこうだとか、でもっと上に行ったらね、今度は飛行機の目線とかあるわけですから。そうですよね。何かそういったことですね。そう飛行機の時も思いません？なんかみんなこの家に一人一人住んでんだよな。思います。だから新幹線でも新幹線思いますけど、ラピュタの歌。あんまよくわからなかった。ごめんなさい、すいません。ラピュタは知ってるんだけど。この地平線輝くのはどこかに君を隠しているから、たくさんの日が懐かしいのはこのどれか一つに君がいるからみたいな。なんか街並みとか飛行機で東京羽田空港とか帰ってくると、なんか帰ってきたな、なんかほっとする、なんかちょっとありますよね。で一つ一つにやっぱ人が暮らしていて、家族がいて、夕飯を食べていてとか、なんか急に愛おしくなってきますよね。そういうことですよね。だからそういうことにでも思いを馳せられればいいなとは思うんですけど、まあね、根詰まってる時はね、でも自分一人になりがちなんですよ、思いがね。自分だけがパニック障害で誰にも分かってもらえないっ
ってなるけど、実はすごいいっぱいいるんだと思えばいいわけです。同じように悩んでる人全然いますから。だから一人ぼっちにならないで、じゃあ例えばパニック障害ならパニック障害のコミュニティで苦しんでる人たちと話してみるでもいいし、あ、分かる、そうそうそうだよねみたいなことが共有できれば、ちょっと一人で自分の家で苦しくなった時に、今日あの子の誰々ちゃん苦しいかもしれない、そうだ、そういっぱい思ってる人いっぱいいるんだ、そういやみたいなことでちょっと気持ちが分散できればいいんじゃないかなっていう時もありましたよね。一人になりがちなんですよ。自分だけが自分だけがあって、実はでも大変な思いしてる人いっぱいいますよね。パニックじゃなくたって大変な思いしてる人はいっぱいいるので、だから自分一人じゃないっていうことですよね。いや、ありがとうございます。いやいや、こちらこそなんかちょっと怪談じゃないお話もたくさん聞いてしまったんですけど、なんか本当ぜひちょっと皆さんに聞いてほしいっていう、そうですね。なんか僕はすごいなんか感謝の気持ちでいっぱいです。いや、私も感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。感謝キーワードでしたね。感謝キーワードでしたね。本当。